今回の動画では日本版にて2026年5月から7月の間に実装される専用モジュールの中で個人的におすすめのモジュールを紹介していきます。この期間中に実装される星6オペレーターの専用モジュールは上記の通り、赤枠は通常の専用モジュール、青枠は統合戦略専用、緑枠は生息演算専用のモジュールとなります。それでは5月実装から順番におすすめのモジュールを紹介していきます。まずは5月に実装されるモンスターの X モジュールから。X モジュールでは味方治療時の跳躍による減衰が 25% から 15% に減少、最高性格の周囲にいる味方の攻撃力上昇が 15% から 25% に上昇。さらにステージ3では最高性格を通した治療では2回目の跳躍まで回復の減衰が発生しません。つまりモジュールなしでは治療は 100%、75%、56.2% と減衰していくところ、モジュールの特性更新によって 100%、85%、72.25% と減衰率が減少した上で、最高性格を通すのであれば 100%、100%、85% になるという跳躍減衰の踏み倒しが可能となります。また最高性格の周囲にいる味方の攻撃力上昇値も 15% から 25% に上昇しているので、火力面の強化も同時に行ってくれることに。また副次的なものにはなりますが、モジュールによる攻撃力の上昇によってスキル3の総ダメージも増加しています。スキル3は確定ダメージかつ範囲ダメージなので、攻撃力上昇の効果を大きく受けやすく、攻撃力の上昇値自体はそれほどではありませんが、殲滅力としては如実に差が出てきます。また火力が上がるということは回復量が増加し、結果的にモンスターの耐久性能が上がるということでもあるので、モンスターの性能の性質もありますが、総合的に性能を底上げしてくれるモジュールと言えるでしょう。以上のことからモンスターの X モジュールは装備することで回復性能、バフ性能、火力、耐久力と多方面から強化してくれるので装備を強く推奨。モジュールステージは跳躍による減衰の踏み倒しが1回可能となる3まで強化することをお勧めします。ナスティの X モジュールは特性追加で支援装置の最大所持数プラス1、配置コストが減少、素質1の更新によって最初に使用する支援装置の配置コストがマイナス3され、さらに支援装置の効果は攻撃範囲内にいる他の支援装置に加算されるという効果。このモジュールの追加効果によって特にスキル3の高台建設までが大きく強化されることになり、本来であれば2台の支援装置を設置するには配置コストが12必要なところ、特性追加によって配置コストが2台ともマイナス3、素質更新によって1台目の配置コストはさらにマイナス3されるため、合計でわずか3コストで2台の支援装置を設置することができます。また支援装置は自身の攻撃範囲内に他の支援装置が存在するのであれば、その支援装置を経由して自身の攻撃範囲外にある対象に支援装置の効果を付与できるため、支援装置の配置場所の自由度が上がることになります。逆に言えばモジュールによる強化面は支援装置に関するもののみ。ナスティ自身の性能はモジュールによるステータス上昇はありますが、ほぼないと言っても過言ではありません。そもそもナスティはナスティが主体ではないので、思い切りの良さが素直にナスティの性能の底上げをしてくれていると言えます。ナスティの X モジュールは初動の支援装置の展開の高速化と配置の自由度が向上するため、支援装置がメインであるナスティからすればマストとも言えるモジュール。火力などが上昇するわけではありませんが、明確に使用感が変わるモジュールと言ってもいいでしょう。装備推奨度に関してはナスティを使用するのであれば必須レベル。モジュールのステージは3まで上げ切ることをお勧めします。特性追加で攻撃範囲内に敵が2体以上存在するとき攻撃速度がプラス12され、素質1の更新で攻撃時に発生する敵 HP のダッシュ量が75から120に、最大蓄積値は1350から2160に上昇。さらに攻撃時に発生する術の継続ダメージは5秒から6秒に延長され、毎秒与えるダメージ量は200から450に増加。そして継続の術ダメージが発生している間は HP が最大値の 3.5% ずつ毎秒回復していく効果が追加されます。先に実装された X モジュールが HP が一定以下を下回った場合に HP を大幅に回復する素質を強化するものだったのに対し、 Y モジュールは根本的な生存能力の強化と火力の強化がなされており、正直に言ってしまうとあらゆる面で X モジュールを上回る性能となっています。X モジュール装備中の最大 HP は3930だったのに対して Y モジュールは5040。火力面は攻撃速度が最大でプラス19され、さらに持続術ダメージは200から450に上昇し、持続術ダメージが発生している間は最大で毎秒176のリジェネを獲得するので、そもそもとして致命的なダメージというもの自体が非常に発生しづらくなります。
また火力面は大幅な強化というわけではありませんが、そうは言っても X モジュール自体ほとんど火力の強化がなされていないモジュールなので、内袖は触れない X モジュールに対して少なからずフル袖がある Y モジュールにはどうしても劣るという結果となってしまいます。より物理と術の混合になる Y モジュールは敵の耐性による減衰を受けやすくはなりますが、それでもほとんどの場面において Y モジュールの方が火力も耐久面も強力な性能であるということに変わりはないでしょう。エンテレケアのモジュールはナスティのモジュールのような使用感が全く変わるというタイプのモジュールではなく、根本的な性能を底上げすることで採用できる場面を大幅に拡大するモジュールとなっており、基礎性能を底上げするタイプのモジュールとしては大当たりの部類と言えます。まあ X モジュールがあまりにも外れモジュールだったという反動もありますが、エンテレケアを採用するのであれば Y モジュールの方を装備して損はありません。モジュールのステージに関しては全てのステージにおいての性能の伸びがいいので3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。U の X モジュールは特性追加によって敵をブロックしている時、自身が与える元素損傷がプラス 15%。この効果は素質1の効果であるブロック中に毎秒攻撃力の 8% の灼熱損傷と同時に機能するため、ブロック中の敵に対する灼熱損傷の付与速度がやや短縮されることに、素質2の更新では自身にリジェネを付与する条件がモジュールを装備していない場合は4人だったのに対して最大で2人まで減少。この人数のカウントは U 自身も含まれるので、必要な追加人数は1人にまで減少することになります。さらに追加の素質効果として4人以上編成されているのであれば、灼熱爆発中の敵が受ける術ダメージが 14% 増加。灼熱爆発中の敵は術耐性がマイナス20されているため、術のダメージがより通りやすい状況で術ダメージが増加するので、例えば残壕星熊のスキル3などと組み合わせればより高い火力を生み出すことができ、複数の敵を高火力で殲滅するといったこともできるでしょう。X モジュールは敵の灼熱損傷までの爆発時間の短縮及び術ダメージの強化に注目しがちですが、基礎ステータスの強化、特に HP の上昇量も注目したいところ。ステージ3まで強化すると HP がプラス400されるため、スキルに発動中の最大 HP は9200を超えることになります。そのためスキル3は味方の術火力の特化にフォーカスが当たっているのに対して、スキル2は U 自身の火力だけでなく大量の敵を抱えるがゆえの弱点である耐久面にも強化が入っていると言えるでしょう。とはいえ U 自身の使用感が大きく変わったり性能が大きく伸びるモジュールというわけではないというのが正直なところ。装備が無駄になるほどの強化が得られないというわけではないので、可能であれば装備させたいところですが、一旦は Y モジュールの方を見てから判断してもいいかもしれません。個人的には X モジュールは素質に追加効果が生えてきているので、結局 X モジュールの方が良いとなりそうな気がしなくもないですが、1の X モジュールは特性更新で罠の配置コストが減少、同時配置可能数が増加。これにより1の罠の配置コストは3から2に減少、同時配置可能数は1個追加されます。どちらの数値も1という微々たる数値ではありますが、1の罠は大量展開大量消費がデフォなので、最終的なコスト消費量の差はかなり大きなものに。また同時配置数プラス1は素質による追加の罠設置を考えれば実質プラス2ということでもあるので、やはり数値以上の価値がある強化であると言えるでしょう。ステージ2以降は素質2である罠が活性状態の時のダメージ及び術耐性無視の強化。上昇値はステージ3で余ダメージがプラス 3%、術耐性がプラス3無視されるという、こちらも数値だけで見ればステージ2でプラス2、ステージ3でプラス1という非常に微々たる数値ではありますが、この活性状態が発動するには罠が2つ以上必要となるので、実質的な数値は倍々計算。特に術耐性が高い敵に対するダメージは X モジュールありとなしの差は非常に大きく、術耐性0の敵に対してだとおよそ 17% 程度ですが、40で 30%、80に至っては 40% 程度という大きな差が生まれてきます。そのため明らかに殲滅できる敵とできない敵に差が出てくるので、数値自体は大したことのないものではありますが、一見するだけでは想像できない性能向上が見込めるでしょう。1の X モジュールは単純に罠の火力を強化するモジュールで、使用感はほぼ変わりません。もともと強力な1をさらに強力にするモジュールということ。罠師の Y モジュールはダメージのブレが激しく安定しづらい性能を有していることから、よほど運を絡ませる必要があるほどの高火力を求められる状況でなければ Y モジュールを待つ必要はなさげ、1の実装と同時に追加される X モジュールの装備でいいでしょう。モジュールのステージに関しては、ステージを上げれば上げるほど火力が上昇するので、ステージ3を強く推奨します。以上で2026年5月から7月に実装されるおすすめのモジュールの紹介を終わります。
ご視聴ありがとうございました。